それではマヤを起動して作っていきましょう。今、ビュー上にグリッドが表示されていますね。今回、全長70メートルくらいの航空機を作るので、グリッドを長さと幅5線、グリッドラインの間隔線、サブディビジョンを1に設定しています。これは10メートルピッチのマス目が100メートル四方に広がっていますよ。ということ。今回はこの設定でいきましょう。あと、なんかグリッドの奥の方が途切れてますよね。これはカメラのクリッピングのせいなので、ビューからカメラを選択して、コントロールプラス A でアトリビュートエディターを開いて、ファークリッピングプレーンを10000にすると、奥まで表示されます。先にやっちゃいましたけど、ニアクリッピングプレーンも10にしておきます。次はイメージプレーンを作ります。作成フリーイメージプレーンをクリック。できました。イメージプレーンのアトリビュートエディタのイメージの名前のフォルダアイコンから読み込みたい画像を指定します。読み込んだけど何も見えない？大丈夫。今はイメージプレーンが小さくて見えないだけなので、スケールツールで拡大します。スペースキーで4面表示にして、シフトプラス A で4面とも、イメージプレーンが各ビュー内に収まるようにします。左下のフロントビューでイメージプレーンを見ると、真ん中から左に3.5マス分、右に3.5マス分の位置に画像の端が来ています。70メートルの飛行機画像の完成です。同じようにまた、イメージプレーンを作って、上面画像を読み込んで、スケールで側面図とサイズを合わせます。ここで側面図を透かして見えるように、アルファ値のゲインの数値を下げます。0.3 くらいにしておきましょう。アウトライナーから側面図の方も選択して、同じようにアルファ値のゲインを下げます。最後に正面画像のイメージプレーンを作るんですけど、翼のサイズを正面画像に合わせるために回転させます。デフォルト設定のままだと、きっちり90度回転させたいとき、角度を合わせにくいですね。ステップスナップを使うと、指定の角度ごとに回転させることができます。今は30度でやってますけど、90度って入力してもいいです。そしてスケールで翼の長さを合わせます。アルファのゲイン値も変更します。アウトライナーからそれぞれ選択して名前を付けておきます。上からサイド、トップ、フロントとします。今3枚のイメージプレーンは同じ方向を向いてますけど、正面画像のフロントを Z 軸方向に、側面画像のサイドを X 軸方向に、正面画像のトップを Y 軸方向に向けて回転させます。サイドとフロントは下端を Y 軸0の位置に移動します。あとは自身の都合の良い位置に移動して配置完了です。ここではサイドをマイナス X 方向に、トップをマイナス Y 方向に移動しておきました。モデリング開始です。作成、ポリゴンプリミティブ、円柱のオプションを開いて、半径350、高さ6000、軸の分割数12、キャップの分割数4、軸を Z にして、適用すると、直径7メートル、奥行き60メートルの円柱ができました。この円柱を飛行機の胴体として作成を始めます。サイドビューにカーソルを置いて、キーボード4を押します。ワイヤーフレーム表示になりましたね。
キーボード F9 で調停編集モードにして、全選択して上に移動します。フロントビューで位置と径のサイズを合わせます。少し小さくするんですが、キーボード R でスケールツールにして、XY 軸限定で縮小、奥行き Z が変更されないようにします。まだ棒のままですが、これから少しずつ変形していきますよ。マルチカットをクリック、分割を増やす準備をします。サイドビューでコントロールを押しながら分割したい部分のエッジをクリックすると、エッジループを挿入することができます。今度は後部にもメッシュ上でカーソルをスライドすることで位置を調整することもできます。位置が決まったらクリックで確定です。最後尾のサイズと位置をスケールと移動ツールで調整します。垂直尾翼の先端の位置にエッジループを挿入。Y 軸方向の位置を移動ツールで調整します。電柱先端のサイズと位置を調整。さらに2箇所に分割を増やして、スケールツールでサイズを調整します。主翼がつく位置を分割して、フィレットの立体を作るために、カーブフェイスを選択します。選択部分をパースビューで確認します。押し出しツールで押し出しますが、ギズモが押し出し用に変わったら、すぐに移動ツールに切り替えて、下方に垂直移動します。今度はスケールで Y 軸方向に縮めて、底面を平らにします。両端を持ち上げます。今、頂点選択で移動しましたけど、エッジ選択で移動してもいいです。キーボード F10 でエッジ編集モードに変更できます。ここと、ここにマルチカットツールで分割を入れて、マルチカットツールを続けたまま、コントロールを押しながらエッジをクリック、側面を分割します。主翼の付け根になる部分に、エッジループを挿入。フェイスを選択して、押し出します。これが主翼になります。サイズや形状を調整します。ここにエッジループを挿入。形状を合わせます。両端と中間部の高さを移動ツールで調整します。次は水平尾翼のつく位置にエッジループを挿入。主翼と同じように押し出します。垂直尾翼がついてる位置に分割を増やしますが、ちょっとややこしいので、ゆっくり見ていてください。胴体上面この部分をマルチカットで三角分割。水平尾翼の上面をマルチカットツールで三角分割。マルチカットツールのままコントロールを押しながら
胴体上面を三角分割。三角フェースの間にエッジループ挿入。今作ったこの部分が垂直尾翼のつくところ。この4つのフェースを選択して、押し出しをクリック。押し出し用のギズモになったら、すかさず移動ツールに切り替えて、垂直に移動して、高さを作ったら、移動、スケールで形状を調整します。このエッジを選択して、コントロールプラスオルトプラスキーを2回押して、エッジをスピンさせます。後部も同じように、エッジをスピンさせておきます。今やった処理は、フェイスの歪みを軽減するためなんですけど、今は意味わからない。でもいいです。水平尾翼の位置を調整します。合わせて垂直尾翼周辺や最後尾の幅など、いろいろ調整していますが、オブジェクト X でシンメトリー編集してても、気づかないうちに左右対称性が崩れてしまうことがあります。そんな時には、一旦モデルの半分を削除して、ミラーで左右対称性を復元します。やってみましょう。フェイスモードでマイナス X 側を選択して、デリートキーで削除。小さなフェイスが残ってないか、確認して、しっかり削除しておきます。ここで x イコール0上にある頂点をすべて選択します。x イコール0を基準にミラーをかけるので、これらの頂点位置を完全に整列させておく必要があります。このボタンを押して、絶対トランスフォームがオンになっているのを確認したら、x に0を入力します。これで頂点位置が整列されたので、メッシュミラーのオプションをクリック、ミラー軸 X、ミラー方向をマイナスにしてミラーします。これで正確な左右対称モデルになりました。角部調整を続けます。垂直尾翼先端厚み、水平尾翼付け根付近の頂点位置の調整。まだエンジンはありませんね。エンジンも胴体同様。円柱から作りましょう。作成、ポリゴンプリミティブ、円柱。円柱オプションで、半径200、高さ300、軸、Z、キャップの分割数0、適用か作成のボタンを押します。これを左側のエンジンにしますので、プラス X 方向に移動して、まずフロントビューで位置を合わせて、今度は別のビューで位置やサイズを合わせます。形状を作るために、前後に2本エッジルートを挿入します。円柱の前端と後端の頂点を選択して、XY 限定スケールで縮小します。サイドビューの画像を見ると、後端から先細りの円柱とコーン形状のパーツが飛び出ていますね。これを作るために、後端のフェイスを選択して、押し出しを適用した後すぐに、スケールツールに切り替えて、XY 限定で縮小します。押し出しツールで、後方に押し出します。XY 限定スケールで縮小。また押し出しを適用した後すぐに、XY 限定スケールで縮小。また押し出しを適用して、そのまま押し出して、XY 限定で縮小して、コーン型にします。エンジンの吊り下げ用構造物を作ります。ポリゴンプリミティブ立方体オプション。幅100、高さと深度600で適用します。移動ツールとスケールツールで形状を調整していきます。サイドビューとパースビューを見ながら調整しています。
右側にもエンジンをつけましょう。エンジンとパイロンを選択して、メッシュ、ミラーで鏡面複製します。本体とエンジンそしてパイロン。今はバラバラですが、これらを結合。一つのモデルとして扱えるようにします。先端はスパッとカットされたような形状のままなので、レドームらしく丸くしましょう。メッシュの編集から、頂点の平均化を2回適用しました。丸くなりましたね。不要なエッジをターゲット連結で整理していきます。全体を改めて見ると、面がカクカクしてますよね。ここで全てをソフトにしてみましょう。メッシュ表示からソフトエッジを適用。全体に滑らかになりましたけど、滑らかになってほしくないとこまで、ぬるっとした感じになってしまいました。これを回避するために、エッジを立たせたい部分を選択して、メッシュ表示からハードエッジを適用します。主翼とその周辺、エンジンも同様に、ハードエッジを適用しましょう。今ピンクで表示されているところが、最終的にハードエッジを設定した部分です。このモデルは三角ポリゴン換算で900。ポリゴンの制限数はプロジェクトの仕様によりますが、ゲーム中のリアルタイムレンダリング用モデルはローポリで、イベント、演出用には高解像度のモデルを使います。高解像度モデルではディテールの統計や綺麗なシェーディングのためにポリゴン密度を高くしますが、ローポリではその部分をテクスチャーに委ねることになります。今日は電柱からローポリ航空機を作りました。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。以上、マーヤハックでした。